皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマはについてです。学生と話しているとについてをよく使いますね。先生、〇〇についてどう思いますか？〇〇について何と言ったらいいですか？便利な表現ですね。でも、についてあなたは言い過ぎていませんか？例えば、こんな会話を見てみましょう。昨日のドラマ見た？見た。いや、主人公についてなんだけど、なんで親友を傷つける言葉を言ったのかな？好きな男の子について喧嘩したとはいえ、あんなにひどいこと言う？親友のりなちゃんの悲しそうな顔を思い出すと、私も泣きたくなっちゃうよ。主人公の言葉について SNS でも結構議論になってたよね。来週についてどうなるかわかんないけど、そこについてどうしても納得できなかったな。どうでしたか？短い会話の中で、についてがなんと5回も出てきました。文法として間違いではないですが、についてを言い過ぎていて、日本人が聞くとちょっと不自然な感じがしますね。そこで今日は、についてに代わる3つの言い方とその使い分け方を説明します。についてを言い過ぎないために一緒に勉強しましょう。一つ目は、に関してです。に関しては、についてと同じように使うことができます。ただ、についてよりもテーマに関係したいろいろなことを言うことができるという違いがあります。例えば、携帯電話というテーマで考えましょう。携帯電話について話すなら、アップルです。色は黒です。いいカメラがあります。など、携帯電話のことだけを話します。携帯電話に関して話すなら、それに加えて、誰が使いますか？いくらですか？どうやって使いますか？など、携帯電話に関係したことであれば、何でも話すことができます。テーマに関係したいろいろなことを話したいとき、についての代わりに、に関してを使うことができます。二つ目は、をめぐってです。をめぐっては対立の時だけ使います。対立とは喧嘩したり意見に反対したりすることです。をめぐっての前には対立のテーマが、後ろには対立を表す動詞が来ます。例えば、一人の女性について6人の男性が喧嘩した。税金を上げるかについて意見が分かれた。この2つの文章は、喧嘩した、意見が分かれたという対立の文章ですね。ですから、についてをめぐってに変えてみましょう。一人の女性をめぐって6人の男性が喧嘩した。税金を上げるかをめぐって意見が分かれた。このように何かのテーマで対立するときに、についての代わりに、をめぐってを使うことができます。三つ目は、においてです。においての後は、賛成反対とか、優れているなどの評価や比較の表現が来ます。例えば、その点について、私は田中さんの意見に賛成できない。日本の歴史について佐藤さんより詳しい人はいない。この2つの文章は、賛成できないという評価、詳しい人はいないという比較の文ですね。ですから、についてをにおいてに変えてみましょう。その点において、私は田中さんの意見に賛成できない。日本の歴史において佐藤さんより詳しい人はいない。このように何かのテーマを評価したり比較したりするときに
についての代わりにおいてを使うことができます。ここまでについてに言い換えられる3つの表現を学びました。復習してみましょう。1、に関してはテーマに関係したいろいろなことを話すときに言い換えられます。2、をめぐっては何かのテーマで対立するときに言い換えられます。3、においては何かのテーマを評価したり比較したりするときに言い換えられます。では、先ほどの会話をこの3つを使ってもう一度見てみましょう。昨日のドラマ見た？見た。いや、主人公に関してなんだけど、なんで親友を傷つける言葉を言ったのかな？好きな男の子をめぐって喧嘩してたとはいえ、あんなにひどいこと言う？親友のりなちゃんの悲しそうな顔を思い出すと、私も泣きたくなっちゃうよ。主人公の言葉をめぐって SNS でも結構議論になってたよね。来週に関してどうなるかわからないけど、そこにおいてどうしても納得できなかったな。3つの表現を使いながら、についてを上手に言い換えることができましたね。今日習った3つの言い方、に関して、をめぐって、においてを覚えて、ぜひ日本人っぽく会話してみてください。メッシュクラスには他にももっと自然な日本語会話をするために役に立つ動画や JLPT の漢字や聴解、読解の動画もあります。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。